はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、ついにですね、登場しました、ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス3。こちらのですね、ファーストインプレッションレビューをやっていこうと思います。ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス3は、めちゃくちゃですね、待っていた方もですね、多いと思うんですけども、他のですね、YouTuber さんなんかの動画のコメント欄なんかを見てみると、他のですね、イヤホンをレビューしている時に、このモーメンタムトゥルーワイヤレス3が出たら、そっちを買いたいからまだ待ちますっていうコメントなんかも結構あったりですね、2021年の頃からそうやってですね、書き込みをされている方なんかもいらっしゃったりして、かなり大注目のイヤホンになっています。ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス2というモデルがですね、こちらにあるんですけども、このイヤホンがですね、めちゃくちゃ完成度が高くて、こちらもめちゃくちゃ人気だったんですけども、外出している時なんかですと、他の方がですね、どんなイヤホン使ってるかなっていうのをですね、結構気になったりするんですけども、それを見てみても、やっぱり前作のモーメンタムトゥルーワイヤレス2をですね、使っている方っていうのも結構多くて、私の体感にはなりますけども、一番ですね、使っている方が多いのがやっぱり Apple の AirPods シリーズですね。こちらはダントツで多くて、その次がソニーの完全ワイヤレスイヤホンですね。WF1000X Mark IV とか、それから前作の WF1000X Mark III なんかもまだ使っている方もいらっしゃいます。それからアンカー、サウンドカーのシリーズなんかも結構使っている方がいらっしゃるんですけども、その時ぐらいに、このですね、ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス2をですね、使っている方も多いというぐらいですね、前作が名作のイヤホンでしたので、今回もですね、期待が持てるかなと思います。今回はですね、ファーストインプレッションレビューということで、開封から少しですね、使ってみて感想をですね、ご紹介するところまでやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、まずは開封の前に簡単にですね、スペックをご紹介していきたいと思います。モーメンタムトゥルーワイヤレス3は、ノイキャンや外音取り込みにはもちろん対応していまして、ワイヤレス充電にも対応しています。片耳でのイヤホンの使用も対応していて、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続には未対応のようですね。Bluetooth のバージョンは5.2。対応コデックは SBC、AAC、aptX に加えて、ハイレード相当のですね、96kHz、24ビットの音声もですね、再生できる aptX アダプティブにも対応していますね。ドライバーはですね、7mm 口径のドライバーが搭載されているということですけども、これをですね、かなり進化されているようですので、こちらですね、音質でですね、しっかりと見ていきたいと思います。で、充電時間は約 1.5 時間で、10分間充電で最大1時間再生可能な急速充電にも対応しています。で、バッテリー持続時間は、イヤホン本体で最大7時間、イヤホンケース併用で最大28時間となっています。カラー展開は、ブラック、ホワイト、それから Amazon 限定のグラファイトというですね、色の3色展開になってますね。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C です。で、保証期間は2年間となっていてですね、ゼンハイザー製品は2年間の保証がついているということで、これいいポイントですよね。他のイヤホンですと1年間のものが結構多いので、倍の長さがあるっていうのはとても安心できるポイントです。で、その他としましては、専用アプリにももちろん対応していまして、ファームウェアアップデートとかイコライザー設定などにも対応しています。で、脱着センサーによる音楽の自動再生とか、自動の一時停止なんかも行うことが可能です。で、このですね、イヤホンの結構大きな特徴としましては、ノイキャンの制御用のプロセッサーと、それとは別に DAC 用のプロセッサーというですね、2つのプロセッサーが搭載されているということで、これは多分完全ワイヤレスイヤホンでは初めてなんじゃないかなと思うんですけども、このような感じですね。2つのチップによってそれぞれ制御しているということで、ノイキャン性能もそうですし、音質もですね、しっかりとですね、実現しているということになります。ただこのですね、2つのチップが搭載されていても、連続再生時間はですね、イヤホン本体で7時間という時間が確保されているということで、これはとてもいいポイントかなと思います。どのようなですね、プロセッサー使われているかっていうのは、私はちょっとわからないんですけども、2つのですね、プロセッサー使っているということはバッテリー消費も激しくなりそうな気がするんですが、バッテリー持続時間が7時間確保されているっていうのはですね、とてもいいポイントかなと思いますね。価格なんですけども、Amazon では現在ですね、36,300円というですね、価格で売られていて、価格もですね、機能もまさにフラッグシップといったモデルになっています。はい、ということでですね、早速開けていくんですけども、今回はこちらですね、ブラックを購入しました。下の方にこのシールがくっついているので、こちらを剥がしていきます。カラー展開はですね、今回のブラックの他に、ホワイトと、あと Amazon 限定のグラファイトというですね、3色展開になっているみたいですね。シールを剥がしました。上にもシールがついているので、こちらも剥がします。このシールは綺麗に剥がれますね。よかったですね。はい。
こんな感じで箱が開きまして、これはターングレートサウンドに Into Your Sound と書かれたシートが入っていますね。こちらですね、アプリの紹介ですね。ここからダウンロードしてくださいよっていうのが出てます。イヤホンケースとイヤホンがこんな感じで収納されています。そして先に付属品を見ていきますけども、こんなですね、注意書きが入ってますね。それから簡単なクイックガイドみたいなのが入っています。こちら日本語では書かれてないですね。英語とドイツ語と中国語ですかね。で書かれています。そして付属品ですが、まずこちらはですね、USB-A と USB-C のケーブルが入っています。こちらゼンハイザーのですね、こちらのロゴなんかも入っていて、結構ですね、太くてしっかりしたケーブルが入ってますね。それから、こちらは安全上の注意の紙と、こちらも操作説明が入っていて、日本語の説明を交えて10枚分の簡単なですね、説明が入っています。そしてこちらは、これもなんか注意事項の紙が入ってますね。そしてイヤーピースがこんな感じで XS、S、L、M がイヤホン本体にくっついていると思います。イヤーピースですけども、こんな感じのイヤーピースになっていて、中にはスポンジみたいなのが入っているイヤーピースになっています。ゼンハイザー特有のイヤーピースって感じですね。それからこちらですね。イヤーウィングがこんな感じで入ってますね。こちらを耳に引っ掛けるような感じになると思います。こちらもですね、シリコンのものが入っています。モーメータムトゥルーワイヤレス2はこういうですね、イヤーウィングみたいなのがついてなかったので、この辺はですね、だいぶ変わったポイントになりますね。個人的にはこのイヤーウィングがですね、ついてるようなものってあんまり好きじゃないんですけども、これがですね、どんな感じで装着感に影響してくるかっていうのも後で見てみたいと思います。付属品はこんな感じで、一般的なですね、付属品になっていますね。はい、それでは外観ですね、見ていこうと思うんですけども、こんな感じになっていて、モーメータムトゥルーワイヤレス2と同じようにですね、表面の加工がですね、こんな感じの布みたいな感じになってますね。表面がですね、この感じっていうのが、他のですね、完全ワイヤレスイヤホンとかでは一線を隠すですね、質感になってますし、一目でですね、わかりますよね。で、サイズ感的には前作と比べるとちょっと小さくなったという感じですね。横幅がこれぐらい小さくなって、一回り小さくなっています。縦は若干3のが縦長になったかなって感じはしています。厚みはどうでしょうね。厚みも3のがちょっと分厚いですかねっていうぐらいのサイズ感になっていて、結構コロンとしたですね、可愛らしい感じになりました。表面のこのゼンハイザーのロゴもかなり明るい白というか綺麗な白になっていて、結構目立つような感じになってますね。最近のデザインだとロゴとかは同系色にして目立たないようにするものが多い気がしますけども、こんな感じでですね、かなりゼンハイザーのロゴが目立ちます。前面に行くとこんな感じになっていて、前作だと背面にポートとかがついていたんですけども、今作はイヤホンケースの前にですね、前面にポートとインジケーターがついているという形で、こっち側が開く仕様になっています。で、裏はこんな感じになっていまして、こちらの面からワイヤレス充電ができますので、イヤホンケースをですね、ワイヤレス充電器の上に置けば充電することが可能です。で、後ろの面は何もないですね。こんな感じのケースになっていて、手のひらの上に置くとこんな感じですね。で、ケースを開けてみると、こんな感じにイヤホンが収まってまして、結構ですね、かっこいい感じですよね。前作のモーメータムトゥルーワイヤレス2とはだいぶ雰囲気も変わってですね、一新された感じがします。で、ケースの蓋のですね、裏面にはゼンハイザーとですね、書かれていて、こちらもかっこいいですね。そうしましたら、ケースとイヤホン本体のですね、マグネットの強さもチェックしていきたいと思います。まずケースですね。思いっきり振ってもピクともしないぐらいのマグネットの強さありますね。そしたらイヤホン本体のマグネットの強さですが、こちらもですね、思いっきり振っても全然外れないぐらいのマグネットの強さがあって、カバンの中に入れといたりとかしてもですね、全然ビクともしないぐらいのマグネットの強さがありますね。こちらとてもいいですね。ケースから取り外すときは、簡単に取り外せますね、こちら。これめちゃくちゃいいですね。しっかり収まってるけど、取り出しにくかったりとかですね、するものも結構あるんですけど、これはマグネットがですね、強力で、振っても全然外れる感じはしないのに、取り外すときは簡単に取り外せるので、これめちゃくちゃいいですね。これはですね、パッと見地味ですけど、めちゃくちゃいいポイントですね。で、本体外すとこんな感じですね。イヤホン本体はこんな感じになっていて、今回ですね、ブラックを購入したのでこんな感じの真っ黒な感じで、全然ですね、前作とは違いまして、モーメータムトゥルーワイヤレス2と比べてみるとこんな感じになっています。結構この形はですね、どっちが好きだったかっていうのは人によってまちまちかもしれませんけども、
こんな感じで、モメンタムトゥルーワイヤレス2は結構丸い感じになっていて、3の方は結構四角い感じですね。こんな感じになっています。サイズ感的には3のがですね、だいぶちっちゃくなったかなっていう感じがするとは思うんですけども、デザイン的にですね、この四角いのがどうかなっていうのはありますよね。結構私的にはこのモメンタムトゥルーワイヤレス2のですね、この形って結構好きだったんですけども、これはですね、いかがでしょうかね。皆さんコメントなんかで教えてくれると嬉しいです。ついでにですね、比べておくんですけども、ゼンハイザーのですね、ミドルレンジの完全ワイヤレスイヤホンですね。CX プラストゥルーワイヤレスがこちらなんですけども、こちらと比べてみるとこんな感じになっていて、こう比べてもですね、モメンタムトゥルーワイヤレス3のが若干上から見てもちっちゃいかなって感じはしますし、厚みで見てもですね、全然モメンタムトゥルーワイヤレス3のが薄いので、これとてもいいですよね。性能的にはですね、間違いなくモメンタムトゥルーワイヤレス3のがあると思うんですけども、それでもですね、かなり小型化しているということで、この CX プラストゥルーワイヤレスは結構耳からですね、ちょっと横にですね、はみ出ちゃうっていうことがあったんですけども、それがですね、解消されてるんじゃないかなと思いまして、これはとてもいいポイントですね。そして横に行くとこんな感じになっています。結構シンプルな形状してますけど、フィット感はどうですかね、これ。後で確かめていきますけども、耳から外れないといいんですけども、シンプルな形状をしています。こちらに先ほどですね、お見せしたイヤーウィンがこんな感じでついていて、こちらを耳に引っ掛けるって感じですかね。で、裏に行くとこんな感じですね。充電端子がですね、こうついているという感じですね。で、こちらに脱着センサーがついていますので、イヤホンをですね、装着した時に自動の音楽の再生とか、外した時に自動の一時停止なんかを行うこともできます。で、LR の表記ですね。で、インジケーターがこちら中についてますね。こちらが光ったりするはずです。イヤーピースを外してみるとこんな感じですね。このノズルの先端の径結構大きいですね。これかなり迫力のある音が出そうなですね、径の大きさをしています。このですね、ノズルの先端は通常のですね、円形ですので、サードパーティー製のですね、イヤーピースにも付け替えることが可能かなと思いますけども、こちらですね、ゼンハイザー専用のですね、イヤーピース付いてますので、無理にですね、変えなくてもいいのかなとは思います。外観としてはこんな感じでしょうかね。表面から見た時ですね、デザイン的にどうかなっていうのをちょっと言いましたけども、このゼンハイザーのロゴがですね、今までと違って目立たなくなったので、個人的にはこういうデザインのがギラギラとですね、目立つよりはこういうデザインのが好きなので、これはとてもいいかなとは思います。はい、そうしましたら重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量になります。77.8g となってますね。結構重ためかなと思いますね。50g 台ぐらいが普通なので、結構重たいかなと思いますけども、持った感じは、そこまでですね、重さは感じづらかったんですけども、実際の重量はですね、結構重たいなっていう感じがしていて、実際重たいけども、そこまで重たく感じないっていうのはちょっといいポイントかなと思いますけども、実際の重量はちょっと重ためですね。そうしましたらイヤホン本体の重量となります。両耳で 11.7g となりましたので、片耳あたり 5.8g から 5.9g ぐらいですね。こちらはそんなに重たくもなく、一般的なですね、完全ワイヤレスイヤホンの重さぐらいですので、これはいいかなと思いますね。イヤホンケースが重たくてもですね、耳につけていて重たいと思わなければ全然いいと思うので、これはですね、いいかなと思います。そうしましたらサイズも測定していきたいと思います。まずイヤホンケースの縦ですね。ケースの縦は 44mm となっています。ケースの横は 69.4mm となっていますね。ケースの厚みが 35.2mm となってますので、ちょっと分厚いですね。ポケットの中に入れておくと、ポケットがですね、膨らんでしまうサイズかなと思いますので、カバンの中に入れる方がいいかなと思います。そしたらイヤホン本体のサイズなんですけども、まずこの縦ですね。イヤホンの縦は 20.8mm となってます。イヤホンの横は 17.3mm となってます。そしてイヤホンの厚みですね。厚みは 14.4mm ということで、ハイエンドクラスのイヤホンにしては薄いですかね。17、8、9mm ぐらいあるイヤホンも結構あるので、先ほどもですね、ご紹介した通り、耳からあんまりはみ出ないと思うので、それはとてもいいかなと思いますね。で、ノズルの長さも測っていきますが、この根元からですね、こんな感じで測ってみると、11.2mm ぐらいですかね。これはちょっと長めなので結構耳の奥の方でですね、ブスッとですね、刺さる感じになるかなと思います。ノズルのですね、先端のこの径も測っていきますと 6.1mm ということで、こちらもですね、結構大きいかなと思いますね。サードパーティー製のイヤーピースもですね、付け替えられると言いましたけども、イヤーピースのですね、径がですね、しっかりと 6.1mm 以上広がるもんじゃないとはまらないので、そこは注意が必要かなと思いますね。はい、そうしましたら、
ゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3とスマホをですね、接続していきたいと思います。少しですね、充電しなきゃいけないっぽいので、ちょっとだけですね、充電してきました。はい、そしたら接続していくんですけども、Bluetooth のですね、画面を開いて、イヤホンを取り出すとペアリングモードになるかなと思います。こちらですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3という表示が出ましたので、こちら接続していきます。ペアリングもすぐ行きましたね。するとこんな感じで接続できていまして、aptX Adaptive で接続されているのがわかります。接続は普通のですね、Bluetooth 製品と同じですね。そうしましたら、せっかく接続しましたので、アプリについてもですね、見ていきたいと思います。アプリはですね、これまでのゼンハイザー製品と同じように、こちらのスマートコントロールというアプリで、いろいろなですね、カスタマイズを行うことができますね。デバイスを追加して、はい。モーメンタムトゥルーワイヤレス3がですね、こちら表示されましたので、こちらから接続していきます。はい。接続済みとなりましたね。アプリでできることを見ていきたいと思います。まずはバッテリー残量がこんな感じで 50% ってわかりますね。接続はこちらですね、どの端末とペアリングしていけたかっていうのをですね、こんな感じで見ることができます。イコライザーですね。こちらはこれまでのイコライザーと同じですかね。早速ファームウェアのバージョンがアップが来ているので、イコライザーの途中でしたけど、ファームウェアのアップデートが来ているみたいなのでやっていきます。最新のものが 2.4.22 で、サイズが2021KB、2メガぐらいとなってますね。速攻と。更新には約21分かかるようですね。ファームウェアのアップデート終わりましたね。これで最新になりましたということで、ちょうどですね、最初に出ていた20分ぐらいですかね、かかって終わりましたね。ということで、さっきイコライザーの説明の途中だったんで、こちらを見ていこうと思うんですけども、こんな感じで、高音域、中音域、低音域をこんな感じで好きにですね、いじれるものになっていて、それぞれですね、上がプラス 6dB から下がマイナス 6dB までですので、13段階で低音域、中音域、高音域をそれぞれいじれるというものになっています。そして、バスブーストという、低音強化ですね、簡単にできるプリセットと、話し声なんかをしっかりですね、聞くことのできるポッドキャストというのがあるのと、あとはこちらにですね、プリセットがロック、ポップ、ダンス、ヒップホップ、クラシカル、ムービーのですね、6つ、プラス自分で作ったプリセットが選べるという感じですね。こんな感じのイコライザー設定をすることができます。そして、サウンドチェックという機能があるみたいですね。こちらは前はなかったんじゃないのかなと思うんですけど、聴いてる音楽に最も適したプリセットを作ってくれるっていうことですかね。こんな機能もあったりします。トランスペアレントモード。これ外音取り込みですね。こちらがオフの状態、音楽を聴いた状態、一時停止にして外音取り込みすると、この3つが選べるということですね。で、ノイキャンですね。こちらはアダプティブノイキャンですね。ノイキャンのオフ。で、風切り音防止、それからオンができるという感じですかね。これは自動的にアダプティブノイキャンになるってことですかね。固定でノイキャンのレベルをですね、一番強くするとか小さくするみたいなものは選べなそうですね。サウンドゾーンズというものがあって、こちら場所を登録しておくことによって、そちらの時のサウンドモードを自動でですね、変更するってことですね。例えば職場、ジムとか、自宅を登録しておくと GPS を用いてですね、職場に入った時はこういうモードできますよみたいなのを登録しておくことができるという機能ですかね。ソニーのですね、WSNX マークオーナーがあるような機能に似てますかね。タッチ操作のカスタマイズは1回タップ、2回タップ、3回タップ、それから長押しを設定することができるので、再生一時停止、次の曲、前の曲、音量の上げ下げ、それからノイキャンとか外音取り込みの切り替えなんかも全てですね、タッチ操作することができるというのはいいポイントですね。あとそれからその他の設定としましては、フォーム A のアップデートとか、あとスマートポーズですね、脱着センサーを用いて音楽の一時停止とか、自動再生なんかをすることができる機能ですね。で、自動着信、右側のイヤホンを充電ケースから外している場合には自動的に着信します。勝手に電話が変わってきたら取ることになるということですかね。これはオフですかね。自動電源のオフの時間を選べたりとか、音声と、音でですね、操作なんかを教えてくれる場合と、あと何も音がですね、操作した時に音が鳴らない場合、それから音だけ鳴って音声は鳴らないパターンとですね、こんな変更をすることができる。あと、コーデックとありますね。これを再生しているときに今何のコーデックで聞いているかっていうのがわかるものですかね。で、こちらはこのマイデバイス、ここで表示する項目、どれを表示してどれを表示しないかっていうのを設定することができるという感じですかね。
はい、こんな感じの機能があって、基本的な機能がですね、いろいろできますし、あとサウンドチェックとか、サウンドゾーンみたいなですね、ちょっと独自な機能なんかも搭載されているという感じのアプリになっています。はい、そうしましたらイヤホンですね、装着してみたいと思います。イヤホンを装着すると、もうかなりしっかりと耳の中にフィットする感じで、かなりいい感じですね。結構耳の奥の方までですね、入り込むような感じがしていますね。ただ奥の方まで入っても耳が痛いっていうような感じではないっていうのがいいポイントかなと思います。結構この耳の奥の方に入るのがやっぱカナル型が苦手な方だと、ちょっと苦手な感じはするかなとは思いますけども、個人的にはしっかりとですね、耳に安定されている感じがあって、頭振ったりしても全然外れる感じはないけど、ちょっと耳の中で動く感じはあるかなって思いますので、このですね、このイヤーウィングとかをちょっとですね、高機能に変えた方がいいのかもしれないなっていう感じはしています。イヤホン装着したところを写真に撮るとこんな感じに見えますね。どうでしょう。思ったよりなんか耳にですね、大きいもの乗ってるなって感じがするかな。もうちょっと耳の中にスポッて収まるようなサイズとか見た感じは思いましたけども、結構耳にですね、ポンって大きいものが乗っかってるなって感じはするかもしれないですね。ちょっとですね、イヤーウィングはここですね。もうちょっと余裕があるかなって感じはしているので、もうちょっとですね、大きめのものに変えてもいいかもしれないですね。私のですね、この右耳っていうのは成人男性にしてはちょっとちっちゃい方ではあるんですけども、それでもですね、これだけ余裕があるっていうことで、フラッグシップのハイエンドモデルなのにこれぐらいですね、余裕があるっていうのはかなりコンパクトだっていうのがわかるかなと思います。イヤホン装着したところ前から見るとこんな感じに見えますね。こちらもですね、思ったよりは横にはみ出てるかなって感じはしてますかね。イヤホンの厚みが 14mm ぐらいでちょっと薄めだなと思ったので、もうちょっと奥にですね、スポッてはまるかなと思ったんですけども、思ったよりははみ出てるかなって感じはしますが、めちゃくちゃですね、大きくはみ出ていて、なんか違和感あるぐらいじゃないかなっていうぐらいのはみ出方ですね。こんな感じに見えます。装着感としては表面にいいんですけども、耳の奥の方ですね、ズボって結構入るので、そういうのが苦手な方、カナル型がやっぱ苦手って方にはちょっと向かないかなとは思いました。ただ結構しっかりですね、安定している感じはするので、私はですね、現状だと耳がですね、痛いとか全然ないですし、いいかなと思っています。頭を振った時に今だと若干ですね、ちょっと耳の中で動くなっていうのがわかるので、全然外れる感じじゃないですけども、イヤーウィングなんかの調整はやっぱりですね、必要かなって思うぐらいのコンパクトさで、そのためのですね、イヤーウィングがですね、これついてるんだと思うんですけども、結局ですね、イヤーウィング3種類ですね、ついていますので、そちら調整してみるといいかなと思いました。はい、ということでですね、外観からアプリ、それから装着感もですね、チェックしてみたんですけども、ここからですね、実際に音楽を聴いたりとか、ノイキャンや外音取り込み使ってみてですね、またですね、感想をですね、まとめたいなと思います。はい。ということでですね、こちら、ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス3をですね、使ってみました。実はこちらですね、先ほどですね、撮っていた時からもう2日経ってしまいまして、結構ですね、がっつりですね、今回使うことができまして、地下鉄とかですね、JR なんかに乗って電車もですね、乗ってきましたし、結構ですね、しっかりレビューできるんじゃないかなと思いますので、やっていきたいと思います。まずですね、音質からいくんですけども、音質はですね、やっぱりさすがゼンハイザーのですね、フラッグシップモデルというだけあって、素晴らしくて、特に私としてはですね、中音域ですね、ボーカルなんかの抜け感がですね、とてもすごくて、直接ですね、脳内にボーカルの方の声がですね、響いてくるような、そんな感じに感じていて、とてもですね、気持ちが良かったです。高音域のですね、解像感なんかも素晴らしくて、音のですね、一つ一つの粒がですね、しっかりと表現されているっていうのも素晴らしかったです。低音域のですね、アタック感なんかに関しては、他のですね、例えば JBL のモデルだったりとか、そういうものに比べると、パンチっていうのは若干少なめではあるんですけども、ゼンハイザーってですね、もともとそういう音だと思うので、これまで通りですね、ゼンハイザーサウンドは崩さずに、しっかりとですね、表現されてるなっていう感じがしました。そしてですね、音量とか音場みたいなものは、そんなにですね、広いって感じではないんですけども、頭の周りでちょっとふわっとですね、音が広がるような感じがしていて、それもですね、とても気持ちが良かったです。ですので、高音域とかですね、中音域の解像感とか、抜け感なんかが好きだっていう方にはですね、もうバチッとハマる音質になってるなと思う一方で、低音域のですね、アタック感をとにかく求めたいと、低音が強いのが好きだっていう方にとっては、ちょっとですね、物足りなさも感じるかもしれないなと思いました。アプリのイコライザーでグッとですね、低音を持ち上げてあげても、他のですね、やっぱ低音が売りになってるようなモデルに比べると、若干そこが落ちてしまうなというのを感じたので、そこはですね、自分がですね、どんな音が好きかっていうのをですね、考えていただいて、決めていただくといいんじゃないかなと思います。ただ、低音がですね、全然鳴ってないとか、
弱々しいっていう感じではもちろんなくて、しっかりとバランス整えたですね、低音入ってますので、もうよっぽどですね、低音が本当に強くなきゃ嫌だっていう方以外はですね、満足できるですね、音質になっているんじゃないかなというのは感じましたね。はい、続きまして操作感についてなんですけども、操作感はですね、これまでの完全ワイヤレスイヤホンと、基本的には同じかなと感じていまして、タッチのですね、感度なんかもとても良くて、レスポンスなんかも早いので、簡単にですね、操作することができますし、すぐですね、やりたい操作をしっかりとですね、操作できるというのはとてもいいポイントかなと思いました。で、先ほどですね、アプリのところでもご紹介してました通り、シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、そして長押しの操作が使えまして、それぞれ個別にですね、いろいろ設定することができるので、必要な操作はすべてイヤホン操作で行うことができるというのも、まずですね、いいポイントかなと思っています。ただちょっと操作感のところで気になった部分もちょっとありまして、結構ですね、この辺、耳に装着してですね、位置をですね、キュキュッと調整したいなと思った時に、間違えてですね、この辺触っちゃって、誤操作になってしまうということがありまして、結構ここでですね、どこにセンサーがついているのかって分かりづらくてですね、センサー部分のですね、切れ目というか、そういうものがないデザインになっていますので、間違えて触っちゃうっていうこともあるかなと思いましたね。あと、これですね、ちょっと、後で気になるところでもご紹介するんですけど、こちらのですね、モーメダムトゥルーワイヤレス3はここにですね、脱着センサーが搭載されていて、イヤホンを耳から外した時に脱着センサーがオフになると、自動のですね、音楽の一時停止なんかが行えるんですけども、脱着センサーがオフな状態で、オフになっている方のイヤホンをですね、タッチ操作してもこれタッチ操作効いてしまうんですよね。他のイヤホンなんかですと、操作が効かないっていうものも結構あるんですけども、モーメダムトゥルーワイヤレス3は脱着センサーオフ中でも操作が効いてしまうというものがあって、これはちょっといまいちだなと思いましたね。この辺の制御なんかがしっかりとできてないというか、そこはちょっと気になる部分かなと思いました。はい、続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、こちらですね、先ほどスペックのところでもご紹介した通り、ノイキャン用のプロセッサーと、DAC 用のプロセッサーとですね、2機搭載されていて、それによってですね、細かな制御ができますよっていうのを売りにしているんですけども、ノイキャンの機器という部分ですと、やっぱりソニーのですね、WSNX Mark IV とか、その辺にはちょっと勝てないなというのが正直ありましたね。十分ですね、ノイキャン効いていて、音楽の邪魔にならないぐらいまでしっかりと騒音をカットしてくれますし、外出先でですね、道を歩いていたりとか、カフェなんかぐらいの騒音であれば、十分ですね、騒音をカットしてくれて、しっかりとですね、音楽の世界に没入させてくれるんですけども、電車に乗っていたりなんかすると、そこまでカットはしてくれなくて、結構電車の走行音なんかでも結構ですね、しっかり聞こえますし、アナウンスなんかでも普通にですね、アナウンスが聞こえるぐらいのノイキャン性能になっていますので、そこはですね、ちょっと残念だったかなと思います。このノイキャンはですね、アダプティブノイキャンが入っているということで、周囲の騒音の大きさによって、ノイキャンの強さも上がったり下がったりするという制御がされているので、自分で調整できないっていうのもあるんですけど、そこはですね、ちょっと最新のですね、フラッグシップモデルだからといって、完全なですね、静寂が訪れるほどのノイキャンではなかったというレビューになってましたね。で、外音取り込みなんですけども、外音取り込みはしっかりとですね、周りの音を拾ってくれて、フィードバックしてくれるので、十分会話も成り立つなと思いました。外音取り込みの強さっていうのは、アプリでですね、強くしたり弱くしたりっていうことができますので、そちらはですね、強くしていただければ、音楽をかけながらでも自然に会話ができるので、とても良かったかなと思っています。最後にですね、通話品質なんですけども、こちらですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますので、お聞きください。はい、こんにちは。こちらはゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、十分、音質ですね、しっかりと聞こえてますし、クリアかなとは思います。少しだけ、機械音っぽさはあるかなと思うんですけども、そんなにですね、変に音が変わっちゃっているという感じではないので、十分ビジネスとかですね、重要なプレゼンの場なんかでも会話できるような品質をしてるんじゃないかなと思いましたね。こちらもですね、とても良かったかなと思います。はい、ということでですね、ここまでレビューやってきたんですけども、ここからですね、気になった部分についてもですね、何個か見つかったので、ご紹介していきたいと思います。気になった部分のですね、一つ目なんですけども、先ほどもですね、操作感のところで若干ご説明しましたが、モーメダムトゥルーワイヤレス3はここに脱着センサーがついていて、耳からですね、外した時にはこのセンサーがオフになって音楽のですね、一時停止なんかをできるというものになってるんですけども、耳から外した状態でこんな感じで持っていて、このセンサーがですね、オフになっている状態でタッチなんかしても操作が効いてしまうということで、例えばコンビニなんかで外音取り込みを使うんじゃなくて、耳から外して手の上にですね、置いている時に触っちゃうと音楽の再生が始まってしまったりとか、そういうことが起きるなと思いました。他のイヤホンですとセンサーがですね、オフになっている時はこっち側ですね、
タッチ操作効かないと、そういう制御されているものが多いんですけども、こちらはですね、その制御ができてないということで、こちらをですね、アップデートなんかで直ればいいなと思ったんですけども、現状だとそういう制御になっています。ただですね、片耳だけイヤホンをして、外している方はイヤホンケースにしまっておくという運用をしておけばですね、勝手にタッチされちゃうってことがないので、操作が起きちゃうってことはないと思うんですけども、先ほど言ったようなケースですね、コンビニなんかで会話するから手の上に置いておくみたいな時にですね、ちょっと触っちゃうなっていうことが考えられますね。続きましてですね、気になった部分なんですけども、こちらですね、ノイキャンなんですが、モメンタムトゥルーワイヤレス3はアダプティブノイズキャンセレーションというですね、機能がついていまして、外のですね、騒音の大きさによってノイキャン強さも自動でですね、上げ下げしてくれるというものがついてはいるんですけども、すべてですね、ノイキャンを入れるとアダプティブノイキャンになってしまって、ノイキャンの強さを自分でですね、調整することができないというものになっています。外音取り込みの場合は、こちらのですね、ポッチを動かすことによって自分でですね、取り込む量っていうのを調整することができるんですけども、ノイキャンは全てですね、全自動になっていて、自分でですね、ノイキャンの強さを調整することができないということで、常にですね、ノイキャンマックスの状態にしておきたいとかですね、ノイキャンは少しだけ効いていればいいっていうふうにですね、自分で調節したい方っていうのはそのように使うことはできないというものになっていて、これちょっと気になるなと思いました。アダプティブノイキャンでもですね、ちゃんとですね、制御されているようで、めちゃくちゃですね、違和感があるというか、外の騒音が少ないところで急にノイキャンが強くなったりとか、騒音が高いところでノイキャンが弱くなったりっていうことはないなというのは感想ではあるものの、この辺ですね、自分で調節したいっていう方もいらっしゃると思うので、そういうのはですね、現状できないということになっているのを認識しておいていただければと思います。はい、そうしましたら最後のですね、気になった部分なんですけども、最後はですね、装着感の部分ですね。先ほど装着感の部分のところでも、頭を振るとちょっと揺れるなっていうことをですね、お伝えしたんですけども、イヤーピースを変えてみたり、このですね、イヤーウィングを変えてみたりしても、やっぱりそれはちょっとですね、変わらなくて、めちゃくちゃ装着感がですね、素晴らしいような、最近だと JBL のですね、ライブフリー2なんかみたいに、頭を振っても、ビタッとですね、密着しているという感じではなかったですね。ですので、全然歩いていたりとかですね、走っても外れる感じは全然ないんですけども、走ってる時なんかだと耳の中でちょっとですね、イヤホンがグラグラ揺れるっていうのがわかるような感じになっているので、私個人的にはランニングなんかだとちょっと使いづらいなと思いましたね。ちょっとですね、価格が高いので、ランニング中にもし外れちゃってですね、落としちゃって壊れるとかですね、すると、めちゃくちゃショックだと思うので、普通のですね、歩いてる時とか、ジムでですね、ウェイトトレーニングとかしてるような運動だったら十分だと思いますけども、個人的に激しい運動はあんまり向かないんじゃないかなと思いましたね。私のですね、耳の形状がですね、こいつに合ってないだけっていう可能性もありますけども、もし運動でもですね、何でも使いたい1台が欲しいという方はですね、一度ですね、こちらをお店なんかで一回ですね、試着してみていただけるといいんじゃないかなと思いました。はい。ということでですね、今回、ゼンハイザーからですね、ついに出ました、フラッグシップの完全ワイヤレスイヤホンですね。モーメンタムトゥルーワイヤレス3のファーストインプレッションレビューということでやってきました。結構ですね、気になる部分なんかも、あったはあったんですけども、全体的に見たらですね、めちゃくちゃですね、素晴らしいイヤホンだと思いますし、やっぱりゼンハイザーサウンドっていうのはめちゃくちゃ気持ちがいいので、その部分はですね、やっぱり素晴らしいなと思いましたね。ノイキャンなんかに関してはソニーの WF1000X Mark IV には勝てないなっていう印象は受けましたけども、でもですね、こちらやっぱソニーとですね、ゼンハイザーと音質なんかは全然違って、結構キレがある音質なんかを好む方っていうのはゼンハイザーですね、こちらの方が絶対満足できるかなと思いますので、チェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。その他にもですね、モーメンタムトゥルーワイヤレスシリーズのですね、特徴であるこのケースの外観だったりとかですね、外音取り込みの性能とか通話品質とかですね、その辺も素晴らしいですし、アプリなんかでもですね、結構できることなんかも増えていて、快適にですね、使用できる一つに仕上がっていまして、2022年はですね、まだ5月ということで、これから7ヶ月ぐらいありますけども、2022年はですね、完全ワイヤレスイヤホン界をですね、引っ張っていくイヤホンに仕上がっていると思いますので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。まだですね、1日2日使っただけですので、これからですね、また2週間3週間使ってみてですね、気になる部分とか、さらに印象が変わった部分なんかをご紹介していければと思っていますので、その辺気になる方は、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちください。はい、ということでですね、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。